ました。超いい感じ。おいはいはい、皆さんこんにちは、大川祐介です。来ました。ちょっとね、先日 DJI の FPV が出たばかりなんですけれども、じゃん、見てください。Mavic 2 Pro、そして次に Mavic Air 2で今回発表された DJI Air 2S ですね。はい。で、今回ね、この Mavic Air 2の、後継機として、この DJI の Air 2S が発表されました。このね、Air 2S は、現在一般で売られている1インチセンサーカメラドローンの中で、最も小さく、そして最も軽く、最もスマートな、モデルだと個人的には思っております。で、皆さんね、シネマティック映像を見ていただくと思うんですけれども、実際にね、これを使用して、もういくつもの場所で、たくさん飛ばしてきたので、この製品の、機能をご説明するだけじゃなくて、実際に動画クリエイターとして、使ってみた感想も含め、皆さんに分かりやすくご説明して、DJI さんのね、ドローンってめちゃめちゃあるんですけれども、その中でね、ベストな1台を、皆さんに選択肢として作れたらなというふうに思っておりますので、大きく3つに分けてご説明します。それでは行きましょう。はい。今回のね、この DJI Air 2S で、最も、びっくりしたポイントと言いますと、解像度がですね、5.4K なんですよね。5.4K ですよ。皆さん 4K っていう言葉は、聞いたことあると思います。僕のね、The First Step でもご説明したんですけれども、このピクセル数の数で解像度って決まってるので、粒子が多ければ多いほど、映像ってのはめちゃめちゃ綺麗なんですよね。4K って、本当に粒子めちゃめちゃ多いんですけれども、それをはるかに上回る 5.4K の解像度で収録することができます。で、もちろんね、4K の 60fps でも撮影することができるんで、こちらにある Mavic 2 Pro はですね、4K の 30fps しか撮れないので、スローモーションのために、この Mavic 2 Pro じゃなくて、Air 2をね、使用していた時があるんですよね。なんだけれども、センサーサイズが、ちっちゃいと。Mavic 2 Pro は1インチだから、カラーグレーディングのしやすさだったりとか、D-Log っていう、カラーグレーディングしやすいようなログ撮影ですよね。っていうものができたんですけれども、今回のこの Air 2S ってのは、センサーサイズが1インチなんですよね。これはね、正直ね、本当に嬉しいです。本来ね、この Mavic 2 Pro ってのが、1インチだから、映像美を追求するっていう観点では持ち歩いていたんですけれども、やっぱりね、旅をする時においては、ちょっと大きかったりするんですよね。カバンに入れてもやっぱ重いしね、これで 900g ぐらいになってるんですけれども、この Air 2S はですね、600g になってます。最初にもお伝えした通り、めちゃめちゃコンパクト、そして映像美も素晴らしくて、最もスマートという立ち位置になってるんじゃないかなというふうに思っております。で、もちろんね、こちらの Air 2S も、10ビットの D-Log で撮影することもできたりとか、ローのね、写真撮影も可能になっております。で、それだけじゃなくてタイムラプスとかね、本当に映像表現の幅が広いと。で、ハイパーラプスも、モードがね、4つあって、サークル、コースロック、ウェイポイント、フリーとか、いろんなね、ハイパーラプスのモードを選ぶことができるんで、今回はね、僕使用してきたんですけれども、やっぱり、普通のドローン表現だけじゃなくて、ハイパーラプスとか、少しそういった、ギミックがあると、映像の幅も広がるんで、シネマティック表現をする方にとっても、めちゃめちゃ重要な、機能なのかなというふうに思います。ちなみにね、どういった時にこのハイパーラプスを使うかっていうと、長いね、時間を一気に凝縮させた時、夕日の手前とか、あとは雲が多い時とか、山にね、雲がある時とか、ハイパーラプス使って、そういった、長い時間を一気に凝縮させるっていう表現をよく使ったりするので、ぜひね、シネマティック表現をしたいあなた、ぜひ参考にしてみてください。はい、二つ目。はい。もう何度もね、言ってしまうんですけれども、軽量かつコンパクトです。ポケットには入んないけれども、
2 Pro と比較していただけますと、4分の1ぐらい削減されたっていう感じですかね。本当にね、今回の魅力は優れた携帯性だと思うんですけれども、DJI Air シリーズの中で、最もそのパワフル、解像度とかセンサーサイズとか、なのに関わらずコンパクトと、ドローンって旅先とか、大自然の中で移動することが多いと思うんですけれども、荷物が多いとですね、やっぱり撮影しづらかったりとか、そういうね、トラベルグラファーは、やっぱり荷物って軽量の方がいいんですよね。もちろんね、Mavic 2 Pro、僕はね、正直気にせず持ち歩けるんですけれども、ちっちゃくて、よりパワフルだったら、やっぱりこっちをね、選んでしまうのではないかなっていうぐらい、コンパクトさってのは重要なんだなっていうのは今回の撮影でも気づきました。で、さっきもお伝えしたんですけど、Mavic 2 Pro が900g と、で、Air 2S は 600g なんで、300g もの差があるんですね。しっかりとね、重量とかが削減されてるっていうのが、Air 2S の魅力となっております。で、コンパクトになったからもちろん性能とか、飛行時間とか落ちるんでしょって思った方いると思うんですけれども、この DJI の Air 2S ってのは31分。だから Mavic 2 Pro と飛行時間は同じなんですよね。なので、これ31分飛ばせるんで、ドローンを飛ばすっていう観点では何も問題ないかなという印象です。次に3つ目。こちら、性能はね、素晴らしくて、映像も綺麗。そして、軽量コンパクトっていうのはね、分かったかと思うんですけれども、やっぱりドローンのね、一番のネガティブなポイントっていうのは、こんなに高い製品をすぐ墜落させてしまったりとか、壊してしまう危険性なんじゃないでしょうか。僕もね、もう今までで何台ドローンをね、墜落させたかわからないぐらい、たくさんね、攻めているんですけれども、今回ね、この DJI の Air 2S はですね、安全機能とかも優れていますと。上とか下、そして前、後ろ、この4方向全部に障害物が探知してくれるシステムが搭載されているので、よっぽどのことがない限り墜落することはないかなと思います。僕みたいにシネマティック表現で攻めた映像を撮るときっていうのは、もちろん障害物探知はオフにするんですよね。そういう時はもう墜落したらもうおしまいなんですけれども、もしね攻めるのが怖いよっていう方はこのねセンサーをオンにすると墜落することってのはそこまでないんじゃないかなというふうに思います。でですね、動画伝送システムがですね、アンテナ数が2本から4本にグレードアップされたので、最大8キロのね、伝送距離なので、本当に遠くに飛ばしても安心かなと。そこに関しては、正直、ちっちゃな差だと思うので、Mavic 2 Pro とそこまで大きな差はないかなと思うんですが、しっかりね、コンパクトで、そして映像美も綺麗、そして、何よりも安全性が優れているってところが、今までのね、ドローンとは違った、魅力なんじゃないかなっていうのは今回感じました。で、その他にもですね、インテリジェント撮影モードとして、マスターショットっていう、被写体をね、選択した後に、ドローンはね、事前に設定したこのルートを、撮影してくれたりとか、あとはスポットライト 2.0、アクティブトラック 4.0 とか、あとはポイントオブインタレスト 3.0 っていう、被写体をね、トラッキングして飛行してくれる機能とかがあるんで、ドローンをね、初めての方でも、そのシネマティックな表現のサポートをしてくれるっていうところが、今回の DJI Air 2S の、すごくいいポイントなのかなっていうのは思いました。はい。そんな感じでね、3つのポイントを簡潔にお伝えしたんですけれども、実際、このね、Mavic 2 Pro と Mavic Air 2、そして DJI の Air 2S で、結構スペックが近いっちゃ近いんですね。だから、既存にね、持ってる方は、このね、Air 2S 買いか、買いじゃないかっていうところは、正直結論気になる方多いと思うんですね。で、僕のね、今回撮影してみた見解をお伝えしますと、Mavic 2 Pro を持っていくことってのは、もうあんまりないんじゃないかなって思います。結構ね、本当に誤差と言いますか、ちっちゃなディティールの部分だと思っていて、本当に解像度は Mavic 2 Pro よりも優れているし、センサーサイズも同じで D ログも取れるんで、映像美っていう観点では申し分ありません。で、コンパクト。そして、性能も優れているので、本当にこれを持ってシネマティック撮影をすることが、多くなるんじゃないかなと思います。あとはですね、この Air 2S はですね、ちょっと待って。じゃん。こんな感じでですね、ND フィルターがついてるんですね。で、Mavic 2 Pro はね、F 値、調整できるんですけれども、このね、Air 2S はね、F 値が調整できないんですよ。だから、明るすぎたっていう時には、こうやって ND フィルターを使用しないと、シャッタースピードで調整してしまうので、
こういった ND フィルターが内蔵されています。なので、ND フィルターをこうやって、環境に応じて付け替えて撮影するっていうのも一個おすすめなポイントですね。なんですけれども、そういった F 値が触れないっていうところはちょっと、Air 2S の劣るところかな。そんな感じでですね、本当に DJI さんって、素晴らしい、ドローン製品とかが、続々と出てくるんですけれども、僕もね、以前から、動画を始めた時からね、DJI さんの、ファントム3スタンダードをずっと使っているんですけれども、やっぱり、どの製品とかも、なんて言うんだろうな、表現したいものによって、使うね、スペックって変わってくると思っていて、総合的にね、僕だったら、新しいこの Air 2S を今後ね、シネマティック表現で使うと思うし、本当にね、クライアントワークとかで、こういうコンパクトなドローンじゃなくて、もっとがっつりしたものをね、現場でクライアントさんに見せたいという方は、インスパイアとか、あとはファントムとかの話になってくるんで、一概にね、これがおすすめっていうふうには言えないんですけれども、皆さんが、なんか撮ってみたい、この空撮表現によって、カメラっていうのはね、変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、一つの選択肢として、参考にしていただけたらというふうに思っております。引き続き、この DJI さんのドローンを使用して、たくさん撮影していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ